はい。今日は何曜日だ1月25日水曜日ですね。朝8時33分ですけど、じゃあ今日もね、料理作っていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、今日はね、タイトル書いてる通り、角煮を作っていきますよ。今日は1080ありますね。そう。なんかその話しましょうか。画質っていうか、ちょっともう卵は先にちょっと茹でますわ、角煮のための。ですね、昨日僕ちょっと最初にうっかり8500kbps で配信開始したんですよ。8500kbps じゃいっつってね、8500kbps じゃいってやったんですよ。でそしたらなんかね、Twitch 側で、ビットレートの制限食らったんですよ。ビットレート制限っていうかトランスコーディング設定食らったんですよね。720p60 かなの制限なっちゃったんですけど、これ意外だったの。アーカイブが高ビットレートになってんの。アーカイブが嘘でしょって思うんですけど、アーカイブのね、アーカイブ最近ダウンロードして確認してるんですけど、ダウンロードしたらね、8500kbps になってて、あれこれはもしかしてって。ただそれをやると配信時にちょっと画質っていうか 720p 固定になっちゃうから、それが問題かなと思いますね。おはようございます。過去一身長が伝わるアングルですね。僕よく言われるんですよ。身長そこそこある、そこそこっていうか普通にあるはずなんですけど、初見で出会うと意外と身長大きいんですねって大体言われます。料理配信久しぶりで嬉しいです。ありがとうございます。料理配信は楽しくてですね、楽しくて料理僕が一番楽しい。何よりも料理配信は。でこの料理配信することで夕飯への時短になるっていう、このライフハックですよ。夕飯のためになるっていうね。ちょっともうこうドンって置いていこう。角煮はもうでかくいきますよ。もうとにかくガンガンにでかくいく。これヒレ肉は奥さん用。奥さん肉の油苦手なんで、ちょっと油のないヒレ肉を用意しておりますよ。和田さん、焼き加減はどう測ってるのですか？私は適当。いや実はね、僕も適当なんですよ。ちょっと焦げ目がつくぐらいでいいかなってやってます。焦げ目ね、こんぐらいつけばいいかな。こんぐらいつけばいいかなって、わりかし適当でございます。料理は適当でいけるんですよ。ただしお菓子は適当じゃ無理。お菓子は適当無理だわ。これ失敗した時ね、大変なことになるんですよね。そう、お菓子はね、分量ちゃんと決めないとやっぱ失敗するんですよね。あれは科学です。ノリじゃちょっと作れない。仕事中 BGM にお料理の音いいなって思って開いたら画面に食いつけ。朝のお料理チル配信ですよ。なんか昨日もちょっと言ったけど、僕去年の夏ぐらいからその料理配信これ始めたんですけど、始めたきっかけっていうのが結構マイナスの方向からスタートしてるんですよ。僕ほら外配信してるじゃないですか。だけど昨年は外が暑すぎたっていうのもあるし、機材が壊れるっていうのもあったから、これは外配信コンテンツ依存してたらもう多分摩耗していくだけだなって思ったんで、いやだったらちょっとなんか違ったことやろうかなと思って料理配信始めたんです
料理配信始めたら、もともとお家のご飯は作っているんですけど、なんかこっちの方が生産性あるなって思ったんですよ。極論言うと。だって夕飯の仕込みをして配信して、できた料理は家族が食べるから、なんていいサイクルなんだろうと思い始めて、ちょっと好きあらばね料理配信するようにねしております。コンテンツ1個に依存するとね結構難しいっていうか、だんだんねすり減ってきちゃうんですよね。あと僕が飽きっぽいっていうのもあるんですよ。飽きっぽいから1個のことを続けられないんですよね。いやーでも僕映像の仕事してるけど、まだあれなんですよね。料理へのその情熱っていうか、それが忘れられないんですよね。できればなんか料理の仕事、あわよくば寿司なんだけど、寿司ちょっとさ、寿司職人の免許みたいなの取りたいんですよね。一時期ね取ろうかなって思ったことあったんですよ。取ろうかなって思ったことあったんだけど、わりかしお金がかかるからっていうのと、その後やんないよねっていう話になって、家族会議の結果、それもあってねなしになったんですよね。そう、家族会議までしたんですよ。寿司職人のね神楽坂にある寿司アカデミーって、その寿司職人養成所みたいなところがあるんですよ。でそこのですね専門学校っていうか予備校っていうか、なんかそういうところで1年間修行すれば、免許取れるんですよね。しかも週末でも取れるらしいんですよ。ほんまかいなって。でさらにその後海外のその就労斡旋までしてくれるらしいんですよね。マジでって、なんかちょっと自分も海外行きたい気持ちはやっぱあったから、いやーこれなんかロサンゼルスとかニューヨークとかで寿司職人悪くねえなーって一瞬思ったんだけど、なくなった。でその時就労ビザとかのサポートとかもかなり手厚かったんですよね。よし沈めるぜ。鶏も角煮もこれで一回茹でますわ。昨日の初見詐欺の結果を報告してもよろしいでしょうか。今更だったらやめておきます。中トロちゃんさんちょっと教えてよ。そんなん来たの最高のコメント来たよこれやっぱそう。いやこれは真理だわ。やっぱそうなりますか。これは来たよ。ほらみやみや泣いてるよ。ほらここ見えます？見えんのかなこれ。ちょっとあなたこっちこれはいほら来たよ。ニャーニャー来たよ。ニャーニャー来たよ。ほらニャーニャー来たよ。ニャーニャー来たよ。ニャーニャー来た。ほらニャーニャー来た。めちゃくちゃ怒ってるよ。そうやめろーって今なんか僕もね配信モチベだけで言うとあるんだけど、なんかね2022年よりも平常運転感をちょっと出していきたいなって思ってる。平常運転感。そうなんかゼップさんとか例えば週末だけやるとか、平常運転感あるじゃないですか。なんかそういうスタイルでやりたいな。ほとんどの社会人の人、配信してて夜配信するじゃないですか。あれすげえなって思う。
脳の切り替えが結構スパッてできてるのは僕は逆にできないから、なかなか平和すぎると中毒性ないから楽しくはないでもさ、でもなんだろう、こういうのって不思議なんだけど、自分たちがこう平和でいたいって思うじゃないですか。ね、いろんな配信見ててもさ、楽しい配信見ておきたいなとか思うじゃないですか。違うのよね。なんかこれ不思議なもんでさ、どっからなんでそういうことになってんのっていう風なぐらいの変な事件性みたいなの突然起きるんですよね。あれ分からんわ本当に。なぜ平穏でありたいのに火の粉がね、対岸の火事をこう見てたら、場合によっては自分のとこまで火の粉がかかってくるっていう状態になってて、どういうことってこれどういうことって。でもまああらゆる意味で思うんだけど、みんななんかみんながなんか悩んでることに対してそこがなんか軸になってるような気がする。まあなあ、みんなあれですよ、人間って不思議なもんで、慣れるとさ、ちょっと欲求的にもうちょっと刺激が欲しいって思うんでしょうね。だけどほどほどにしとかんとちょっとまずくないっすかっていうのはある。さあ茹でたよ。ほら茹でたよ。でもみんなそんなにさ、なんかこう異次元的ななんか揉め事好きなわけじゃないですよね。みんなそんなさ、なんか刺激を求めて配信を見てるっていうケースあんのかな。どうなんだろう。でもそれをやりすぎるとスキャンダルしか起きなくなっちゃうから、スキャンダルだけ起きた先ってなんかその末路ってなんか厳しいんじゃない？揉め事ならニコ生行けばいっぱいあります。そうですよね。なんか僕はどっちかというと自分の配信コンテンツっていうか、こういう料理だったり散歩配信だったりのなんかところもうちょっと突き詰めていきたい派だから、確かに話のネタとしては降ってくんだけど、僕自身がなんか揉め事を起こすとかはないよ。ないよ。もしなんか火の粉が降りかかってきそうだったら全力で払いますからね。和田さんは配信とコメ欄に出てくる時のギャップがいい。やっぱね、ツイッターとかでいろいろ書いてる、まあツイッターもそうだし、チャットとかもそうなんだけど、いろいろ言われる。なんかギャップありますねって。いや、どっち、いや、多分これはね、年相応になったら、文章が普通に丁寧になっちゃうんですよ。だからなんかお堅く見えるじゃないですか。多分ね、僕意識的に硬くしてるんだと思います。ちょっとこれで一回圧力かけちまうか。ドンとこれで圧力かけちまいましょう。よいしょ。これ夏やばいぜ、マジで夏やばいと思う。でもさ、こんな状況になってくるとなんか配信してる人も考えちゃうんじゃない？なんかこれ電気代かかるからすいません、配信できなくなりますって。Twitch からのお給料は円安で 2,3 割増してるので総裁ってことにしても、いやだからさ、これ本当に僕2023年ちょっともう下世話な話だけど、これ金稼いでいくスタイルにちょっとやっぱシフトしないと、これ赤字も赤字よ。外配信も通信料とかもろもろ考えていくと、まあ結構厳しいもんがあるんだけど、それ以上に電気代ですねこれマジで。ゲーム配信してる人たちでことさ、Twitch 配信の人たちってまあまあ配信時間長いでしょ。
長いでしょ。これ鬼ババ子さんとかね、鬼ババ子さんどうなんだろう、 PC も含めてだけどDJ 関係のね、音楽関係の機材とかで全部電源入れてますよね。あれどうなんです？結構食うんじゃないです？配信5時間とか6時間とかやってるぜ、やばいんじゃないこれ。マッシュさんとかさ PC 新しくしてるけど電力消費量考えたらこれペイしに行かなきゃいけないっていう気になるんじゃない？よっしゃ、おほー、オッケーオッケー、色ついておりますな。スッといきます。めちゃめちゃスッといく。わこれはすごいな、これはすごいな。料理ってある一定層にやっぱ引っかかってくるんですよ。これ料理ってある一定層に引っかかってくるの。だから例えば時々ね、ゲーム配信してる人が料理配信するケースあるじゃないですか。ね、ゲーム配信してる人がある日突然料理するとか、ゲーム配信してる人がある日突然外配信するとめちゃくちゃ伸びるケースあるんですよ。これマジで伸びるの。本当に料理配信と外配信が異常なまでに伸びるケースがあるの。本当だけどそのコンテンツでいけるかどうかっていうとちょっとまた話が違うんですよね。料理はそのカテゴライズでいうとフード&ドリンクっていうか、クリエイティブコンテンツなんですよね、どっちかっていうと。クリエイティブコンテンツだから絵とか音楽とかにちょっと近い。正解がないから。僕らが海外のその料理配信見ててもう確かにすごいんだけど、なんかね、海外の料理配信ってちょっと違うのよ、スタイルが。料理をやるっていうよりかは料理を作るエンタメ番組をやってるに近い。そのチャンネルでの非日常を入れてると見てる側に刺激があるんでしょうねって。いや本当にその通りだと思う。だからメインコンテンツ以外のなんか副コンテンツみたいなのをその料理とか外配信に入れとくと結構なんだろう、ブーストかかるケースがあると思う。本当に確認これまだ煮てますけどね、もうちょっと水分がね抜けるぐらいまでしっかり煮てですね、夕飯にしたいと思います。ありがとうございました。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様です。